カーボロネロ。こんにちは、セイナゴンです。今日はこの珍しい野菜でご飯を作っていきます。カーボロネロというのがこの野菜の名前で、スーパーでなんと30円の投げ売りがされていたので買ってみました。見た目はケールっぽいんですが、調べてみたところイタリア原産の黒キャベツで煮込み料理で食べられているそうです。生では硬くて食べられないみたいです。ケールと間違えてサラダで食べようと思ってたのですが残念。なので今日はこのカーボロネロと煮豆を使って甘じょっぱい煮物を作っていきます。味は全くの勘で作っていきます。一応参考にした料理はカーボロネロと白インゲン豆のミネストラという料理。何のことかさっぱりわかりません。オリーブオイル、塩、パプリカパウダーで味付けされていて、きっとしょっぱい料理なんでしょう。今日はちょっと違うけど日本人っぽい甘じょっぱ味にして料理してみます。切ってるところ見てたらよくわかると思うんですけど、本当に硬かったです。まずはカーボロネロだけで下茹でします。カーボロネロと間違えそうになったケールなんですけど、パリのモデルの人の YouTube があって、その人がよくサラダとして生のケールにナッツやビネガーだったりその他好きな野菜を一緒に食べてて、それを真似してみたかったんですよね。ケールって硬くて苦いイメージがあるから、青汁なんかに入ってるイメージだから、本当にその生ケールのサラダって美味しいのかなと思って試してみたくなってたんです。玉ねぎとニンニクを刻んで炒めていきます。YouTube とかで料理動画よく見るんですけど、何を作るにしてもまず玉ねぎとニンニクをオリーブオイルで炒めるところから始まる料理って本当多いですよね。野菜を炒めることで水分を出して油に香りを移すのがいいらしいです。クラシルの動画でシェフが言ってました。オリーブオイルも美味しくてすごく好きなんですけど、今度は料理に MCT オイルっていうのを使ってみたいなって思ってます。 MCT オイルって普通の油より燃焼する温度が低いらしくって、体の中で燃焼しやすい油らしいですね。機会があったら試してみたいと思います。下茹でしたキャベツを茹で汁ごと入れます。この状態でしばらく煮詰めるんですけど、キャベツが全然柔らかくならなくって、芯の部分とか早く煮えるようにそぎ切りにしてるんですけど、あんまり意味がなくって、結局柔らかくなるまでに2時間くらい煮込みました。トマトも入れてみました。イタリアの野菜だからなんとなく合うかなって完全に想像で作ってます。私は料理する時に味を想像で作ることが多くって、これとこれ入れたらこういう味になるかなって。で、大体結構美味しいんですよね。それを友達に得意げに話したんですよ。なんなら私料理できます的な感じで話したんですけど、そしたら言われたのが、自分の好きな味に作ってるから自分が美味しいの当たり前じゃんって言われたんですね。はい、なんかやけに納得しました。一緒に食べる用のパンを作っていきます。この時は家に薄力粉しかなくって、薄力粉だけのパン作ったことなかったのでちょっと作ってみました。発酵にはドライイースト使ってるんですけど、発酵させるのに電子レンジで少しずつ加熱して時間短縮するようなレシピ見つけたんで、それをやってみました。最近パンを作るようになっていろんなレシピ見てるんですけど、一応なんかヘルシー志向というかダイエット志向で作ってるから油を結構気にしてて、バターとかあとは砂糖の量とかも結構気にしてて、
油を入れるときは乳成分をスキムミルクを入れるとか、牛乳を使うにしても低脂肪乳使うとかにしてます。なんですけど、低脂肪乳使ったとしても水で作るレシピよりはなんかすごくもちもちにできて美味しいんですよね。この時はスキムミルクとか何も家になくってオリーブオイル使ってるんですけど、単にサラダ油よりはオリーブオイルの方が香りがあって美味しかったです。 MCT オイルさっきも言ったんですけど、パン作りにも試してみたいなと思ってます。あとココナッツオイルとかもパンに入れたら美味しそうですよね。なんだかんだこのパン作るのに20分ぐらいこねてて、合計でですね、粉を混ぜ始めてからパンが焼けて食べられるようになるまで結局1時間ぐらいはかかりました。でもそれでも普通に発酵するよりは半分くらいの時間ではできました。生地のまとまりとかは油の量だったりとか部屋の温度にも左右されるから、普通に作った時とあんまり変わらなかったですね。生地を発酵させるのに電子レンジを使うってさっき言ったんですけど、方法はレンジを空でチンした後にその中に生地を入れて30分とか放っておくんです。レンジを空でチンするのってすごい画期的だなって思いました。しかもそれだと誰がやっても同じになるし、部屋の温度とか気にしなくていいし。でもなんか最近パンを作っててこねるのに慣れてきました。生地が育ってきてベタベタしてたのからポスポスしてくる感覚が結構面白いので、もしやったことないって人はよかったらパン作ってみられてください。あと自分で焼いたらめちゃくちゃ美味しいです。ご飯ができるまで最近の仕事の話でもしようかな。最近お客さんから頼まれた仕事を先輩にやっておいてって言われたことがあったんです。でそれで自分なりに考えて、どうやってやっていこうかなって考えた時にちょっと問題があったんで、どうしたらいいかなと思って先輩とあと関係する人に当ててチャットで相談したんですね。うちの会社リモートなんで相談事とかは全部チャットなんですけど、でそのチャットになかなか返事がもらえなくって、で何回か聞いたけどずっと無視されてて、でもこのままじゃ良くないなと思って先輩に電話したんです。そしたら先輩が電話に出て、はい〇〇です、あれ私の番号を消しちゃってたって思って先輩が何みたいな顔してるけど、いやその話今会議でやり玉に上がってたじゃんって思って、ちょっと心からポキって音が聞こえてきたっていうことがあったんです。結局初めから先輩には説明して、で先輩が他の人に聞いて〇〇さんに聞いてって言って担当者の番号を教えてもらって、解決はしたんですけど、そのやり玉に上がってた会議で私が発言した時にイヤホンから聞こえてきた自分の声がすごく気持ち悪かったし、声が挙動不審だったし、なんかすごい心折れちゃいました。でも仕事ってそうやって心折れるのを繰り返すことで、できるようになっていくっていうものですよねっていうことで、そうやって飲み込んだんですけど、美味しいものを作ったり食べたりして明日も頑張ることにします。鍋の方も最後の仕上げです。今回はとら豆の煮たのを入れていきます。煮豆ほんと甘くって美味しくって大好きです。黒豆の2個パックのとかめっちゃいいおやつですよね。小さい頃豆とか小豆とか全然食べられなかったのに、今やグミとかより断然黒豆が好きですね。鍋の方ちょっとだけ紹介しておくと、味付けは塩とオリーブオイル、あと煮豆の甘みの他には
ウスターソースとかバルサミコペーストとか、あとほんのちょっとコンソメで味付けしてます。極力野菜とかの植物的な味に仕上げたくって、コンソメは少なめにしました。まあまあ入れちゃってるんですけど。食べてみます。いただきます。いやもうね、ほんと美味しかったんですよ。カーボロネロの方はいい感じに甘じょっぱくできました。100点。カーボロネロ、もう何回も口に出したので忘れないですよ。イタリアの方の野菜なのに味付けはめっちゃ和風っていう、かなり適応能力高い30円で買える万能食材です。パンの方は小麦粉で作るとちょっとサクッとしてビスケットに近い感じになるんですね。オイシックスのシール貼ってたんで、きっと注文できるんだと思います。私が見かけたスーパーは赤坂見附にある郷土食材を扱ってるスーパーでした。この前山王祭に行った時に偶然発見しました。珍しいもの食べてみるっていいですよね。カーボロネロ、そのうちお店でちゃんとした料理で食べてみたいです。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。動画の感想やコメントはどんなことでも大歓迎なので、コメントしてくれると嬉しいです。今後も投稿していくので、チャンネル登録やいいねをよろしくお願いします。